こんにちは。ノブラボの電話版のノムノムです。最初に YouTube に投稿したベルの不等式の破れのビデオでは、格子変更の量子もつれ現象を取り上げました。その理由は、格子変更では3次元空間での変更角と量子の状態空間での角度が一致していて、確率の計算が容易だからです。本ビデオでは、格子変更に比べ複雑な電子のスピンの量子もつれについて、その現象を格子変更と比較しながらできるだけ理解しやすいように説明しようと思います。では、始めましょう。このビデオでは電子を青い球体で表しています。格子の変更の場合、光の進む方向に対して変更の自由度は上下左右の2次元しかありませんでしたが、電子の場合は静止していることもありますので、スピンには3次元の方向の自由度があります。ただし、ベルの不等式を評価するための実験では、格子の時と同じように電子を一方向に射出しますので、制御できる自由度は格子の時と同様に2次元に限定されます。電子の場合、慣用的に上下を Z 軸、左右を X 軸に取ります。また、格子の変更の場合と異なり、スピンには向きがあります。それぞれをスピンアップ、スピンダウンと呼び、矢印の上下で表します。これは電子のスピンが磁場をかけることで一方向に揃う様子を疑似的なアニメーションで示したものです。無変更の格子の場合と同様に、スピンの方向が定まっていない電子がエミッターから出力されるものとします。実際にはスピンの方向には3次元の自由度があるのですが、ここでは格子と同じ2次元の自由度を透明な円盤で表しています。こうして射出された電子に対し Z 軸方向に強い磁場をかけると、スピンの方向が収縮し Z 軸方向のアップまたはダウンのスピンになります。電子はスピンの向きが確定すると、その向いた方向が磁石の N 極になり、反対方向が S 極になります。この磁場の発生により、磁石を通過するときにスピンがアップの電子は上向きの力を、スピンがダウンの電子は下向きの力を受け、その軌道が変化します。電子のスピンの実験では、この軌道の変化を利用して通過した電子のスピンがアップになったかダウンになったかを判定します。この様子を格子の変更実験の場合と比較してみましょう。格子の変更実験では、入力された無変更の格子のうち 50% の格子が変更フィルターを通過し、50% の格子がブロックされました。これは格子の変更方向が 50% の確率で変更フィルターの方向と同じになり、50% の確率で直行する方向に収縮したことを意味しています。電子のスピンの場合は格子の場合とは異なり、スピンの軸の方向は 100% の確率で磁石の方向と同じになります。ただし、スピンの向きは 50% の確率でアップまたはダウンになります。磁石の方向を変えても、スピンの軸の方向は常に磁石と同じ方向になりますが、スピンの向きはやはり 50% の確率でアップまたはダウンになります。変更フィルターを回転させた時と同様に、電子のスピンは磁石の回転に対して等方性を持った動作をします。格子の変更と電子のスピンの違いは、量子の状態ベクトルの定義を比較すると分かりやすいと思います。格子の変更の場合、通常ベクトル10を水平方向を表す規定ベクトル、ベクトル01を垂直方向を表す規定ベクトルと定義します。重ね合わせ状態にある格子の状態ベクトルは α× ベクトル10プラス β× ベクトル01で表され、変更フィルターによる収縮が起きると α の確率で水平変更になり、β の確率で垂直変更になります。これに対し電子のスピンの場合、
Z 軸方向の磁場により収縮が起きると、スピンの方向は常に Z 軸方向ですが、α 事乗の確率でスピンがアップになり、β 事乗の確率でスピンがダウンになります。また、X 軸方向の磁場が与えられた場合は、α 事乗の確率で X 軸方向のスピンアップになり、β 事乗の確率で同じ X 軸方向のスピンダウンになります。電子のスピンの場合、確率的に振る舞うのは水平、垂直などの軸の方向ではなく、スピンのアップ、ダウンになるのが光子の変更と大きく異なるポイントです。また、今回は説明を省きますが、スピンにはもう一つ Y 軸方向があります。この規定関数を表現するには、小文字 i で表される虚数の軸を用いる必要があります。実は量子の状態空間は2つの複素数で表現される空間ですので、それぞれの変数は虚数軸を持ちます。例えば光子の変更の場合でも、円変更の規定ベクトルは複素数でないと表現できません。また虚数軸はそれぞれの変数ごとにありますので、この状態空間は一つの虚数軸が増えた3次元の空間ではないことに注意が必要です。このビデオではこの複素空間の話にはこれ以上立ち入らないことにしようと思います。さて、光子の変更の場合は実際の空間で垂直からθだけ回転した状態ベクトルは同じ形のベクトルの合成の式で表現可能でした。β は cosθ に等しいので、θだけ回転した光子が垂直の変更フィルターを通過する確率は単純に自乗してコサインスクエアθと計算することができました。これは状態空間の角度がたまたま実際の3次元空間の角度と一致していたのでシンプルに計算できたということです。これは3次元空間で変更フィルターを回転させた時の規定ベクトルの変化を表しています。フィルターを90度回転すると状態空間の規定ベクトルも90度回転し、45度回転すると45度回転します。3次元空間と状態空間を同時に表示するとこのようなアニメーションになります。フィルターが回転するとそれと同じ角度だけ状態空間中の規定ベクトルが回転します。そして無変更の光子は 50% の確率で2つの規定ベクトルのいずれかに収縮することになります。電子のスピンの場合も磁石の角度の変化に伴い2つの規定ベクトルの方向が変化します。状態空間で直行する2つの規定ベクトルはそれぞれアップ方向とダウン方向を表し、中間の角度に対してはその規定ベクトルの式を求める必要があります。規定ベクトルは状態空間の変換行列の2つの固有ベクトルになっています。右側にそれぞれ Z 軸スピンの規定ベクトルと X 軸スピンの規定ベクトルの変換行列が示してあります。状態空間ではこの変換行列は常に線形に保管をすることができますので、Z 軸から X 軸へ角度θだけ倒れた軸の変換行列を下の式のように求めることができます。この変換行列の2つの固有ベクトルはこのスライドに示すようなプロセスで求めることができて、スピンアップの固有ベクトルはコサイン2分のθ、サイン2分のθ、スピンダウンの固有ベクトルはマイナスサイン2分のθ、コサイン2分のθと求めることができます。この様子を状態空間のアニメーションで表してみます。2つの規定ベクトルは必ず直行する必要がありますので、スピンアップのベクトルとスピンダウンのベクトルの角度は180度ではなく
常に90度になります。また Z 軸方向のスピンアップのベクトルと X 軸方向のスピンアップのベクトルの状態空間での角度差はそれぞれ45度しかないことがわかります。光子の変更の場合は通過する確率が角度差 θ のコサインスクエアになっていました。これに対し電子のスピンの場合はスピンがアップの向きになる確率が角度差 θ の2分の1のコサインスクエアになります。逆に言いますと、設定する磁石の角度差を変更フィルターの場合の2倍にすれば、通過確率とスピンアップになる確率が似た振る舞いになるということです。では実際にその電子の挙動をアニメーション化してみましょう。まず1つ目の磁石と2つ目の磁石を同じ方向に設定してみます。磁石を通過する際にスピンがアップになったかダウンになったかで電子の軌道が逆方向に変化します。これはスピンのアップ方向が電子の N 極になり、反対方向が S 極になるためです。この実験ではスピンアップになった電子が飛ぶ方向に2つ目の磁石を設定しています。1つ目の磁石でスピンダウンになった電子は下の方向に曲がりますので、2つ目の磁石を通過することはできません。この設定の場合、1つ目の磁石の方向と2つ目の磁石の方向に角度差がありませんので、電子のスピンは 100% アップのまま2つ目の磁石を通過します。このアニメーションはこのグラフで角度差が0度の場合に 100% の電子がスピンアップになることに相当します。次の例では2つ目の磁石の方向を180度回転させています。この場合、磁石の軸の方向は変わりませんので、電子のスピンの方向も向きも変化することはありません。ただしこの場合、磁石の向きが180度変化していますので、磁石に対応した規定ベクトルの向きも180度の2分の1の90度変化し、アップとダウンの規定ベクトルが入れ替わっています。このため磁石から見ると2つ目の磁石を通過した電子のスピンはダウンに変わったとみなされます。これはこのグラフで角度差が180度の時、スピンアップの電子が2つ目の磁石で 0% アップになる、すなわちスピンダウンに変わることを意味しています。次に2番目の磁石を90度回転させてみます。この場合、最初の磁石を通過した電子は水平方向に対して傾きを持ちませんので、左右の方向に等しい確率でスピンの向きを変化させることになります。すなわち、スピンの軸は X 軸方向に変わりますが、50% の確率でアップあるいはダウンの向きを持つようになります。これはこのグラフで角度差が90度の場合、スピンアップで入力された電子の 50% がアップになり、50% がダウンになることに対応します。このビデオでは2つ目の磁石の向きを45度に設定しています。2つ目の磁石に入力される電子は Z 軸方向のアップの向きを持っていますので、角度の割合的には 75% の確率で45度方向のスピンアップになりそうですが、実際に実験を行うと光子の変更の場合と同様に 85% の確率でスピンアップになります。これは電子のスピンの場合もまた収縮する確率が比例ではなくコサインスクエアの形をしているからです。以上のように電子のスピンの場合は1つ目の磁石と2つ目の磁石の角度差の半分をコサインスクエア処理した確率でスピンアップを保ったまま
電子が2つ目の磁石を通過するということがわかります。こちらは以前のビデオで説明しました格子変更の量子もつれの場合にコペンハーゲン解釈により格子の振る舞いを説明したアニメーションになります。A 側で一方の格子が変更フィルターを通過し、その変更方向が収縮すると、量子もつれ状態にある B 側の格子も瞬時に同じ変更方向に収縮し、B 側の変更フィルターを通過します。また A 側で格子がブロックされた場合、B 側の格子の変更方向は A 側のフィルターの方向と直行する方向に収縮します。電子のスピンの場合も似た振る舞いになりますが、一つ大きく異なるところがあります。それは A 側で電子がスピンアップに収縮すると、量子もつれ状態にある B 側の電子はスピンダウンに収縮するという点です。逆に A 側がスピンダウンの場合は B 側はスピンアップになります。この時、スピンが収縮する軸の方向はA 側と B 側で常に同一になります。ただし A 側では最初の磁石との相互作用で電子の軌道が上下に変化しますが、この変化が B 側の電子に伝わることはありません。格子の変更の場合と同様に、このアニメーションはコペンハーゲン解釈をそのまま表現したもので、実際にこの収縮の様子を視覚的に確認することはできません。次に A 側の磁石と B 側の磁石の角度差を45度にしてみます。この場合、角度の比率的には A 側の電子がスピンアップの場合、B 側の電子は 25% の確率でスピンアップになるはずですが、実際にはスピンアップになる確率は 15% になります。格子の変更の場合と同様に、この実験結果から逆にこのアニメーションで表現されるコペンハーゲン解釈の正当性が確認できるということです。スプーキーアクション・アト・ア・ディスタンスは格子の変更現象だけではなく、電子のスピンでも同様に存在するということです。この章では電子のスピンの量子もつれ現象についてベルの不等式がどのように破れるかを机上計算で求めていきます。1964年に発表されたオリジナルのベルの不等式はジョン・スチュワート・ベルが量子の振る舞いが古典物理で記述可能であることを証明するために考えた不等式です。また CHSH 不等式は量子の振る舞いが古典物理の範囲を超えていることを証明した実験で用いられた不等式です。ウィグナー・デスパーニアの不等式はこの2つの不等式の核心部分を確率で表現した最もシンプルな不等式で、量子もつれの原理の説明でしばしば用いられている不等式です。今回はこの3つの不等式について評価をしてみます。オリジナルのベルの不等式と CHSH 不等式では各項に事象アルファ、ベータの相関が用いられています。この相関はこのスライドに示すように4つの確率の項から計算で求めることができます。以下では電子のスピンの場合にこれらの確率を求める式を導いていきます。事象アルファを A 側でスピンがアップ状態であること、アルファバーをスピンがダウン状態であることとします。またベータバーは B 側の状態を表すものとします。また A 側の磁石の Z 軸からの角度を θ、B 側の磁石の Z 軸からの角度を φ とします。A 側と B 側に量子もつれ状態にある電子ペアを射出してそれぞれの磁石を通したときに確率 P アルファかつベータは
A 側で一方の電子のスピンがアップになり、B 側でもう一方の電子のスピンがアップになる確率になります。また、バーがついた事象は、スピンがダウンになることを意味します。このスライドでは、確率の具体的な計算方法を説明します。光子の変更の場合では、実際の3次元空間と量子の状態空間がたまたま対応していましたので、図形的な説明が可能だったのですが、電子のスピンに関しては具体的な計算式の方が分かりやすいと思いましたので、この式の説明の形にさせていただきました。電子のスピンの場合、もつれた電子ペアのスピンの向きは逆になりますので、状態ベクトルは上の式のように両側の規定ベクトルが逆の形になります。角度 θ に対応する規定ベクトルはすでに求めてありますので、これらを用いると α かつ β となる確率は、ここに示す計算式により4分の1マイナスコサインファイマイナス θ と求めることができます。ちなみに私はこの三角関数の簡略化の計算に WX マクシマという数式処理ソフトを利用しました。このソフトの Dirichlet という式変形のオペレーターを用いると、最後の式を簡単に導くことができます。アルファかつベータバーの確率もここに示したような同様の計算式で求めることができます。アルファバーかつベータおよびアルファバーかつベータバーの確率は結果のみを示します。求めた4つの確率の式からアルファとベータの相関を求めると、よく知られたコサインの形の式が得られます。これらの計算式を用いることにより、3種類のベルの不等式の評価が可能になります。磁石の角度は CHSH 不等式に合わせて A 側で2種類 B 側で2種類設定することにします。その他のベルの不等式では、この4つの角度の中から3種類の角度をピックアップして使用することにします。まず比較のために光子の変更の結果を示します。今回光子の場合の計算式は示していませんが、以前のビデオでご紹介したように、フィルターでのフェイルを90度追加で回転させたフィルターのパスで置き換えることで、容易に各確率の項の計算を行うことが可能です。光子の変更の場合は、A 側で0度と45度のフィルター角度、B 側で 22.5 度と 67.5 度のフィルター角度を用いることで、CHSH 不等式の破れを確認することができます。また、3つのフィルターに関しては下記のように選択することで、オリジナルのベルの不等式もウィグナー・デスパーニアの不等式も同様に破ることができます。電子のスピンの場合は A 側で0度と90度、B 側で225度と315度を磁石の設定角として用います。これにより CHSH 不等式、オリジナルのベルの不等式、およびウィグナー・デスパーニアの不等式を光子の場合と同様に破ることができます。実はこの設定では確率と相関のすべての項の値が光子の変更の実験と同一になります。このように設定する角度をうまく選ぶことにより、理論的には光子の変更も電子のスピンも3種類のベルの不等式を完全に破ることができることがわかります。ここで相関を計算するための右上の確率の表に注目してみてください。実はこの表に示される確率はすべて 85% の2分の1か
15% の2分の1のどちらかになっています。コサインスクエアの関数では、これらのポイントがリニアな値から一番逸脱した値になっています。すべての角度差をそこに合わせることで、不等式の破れを最大化できるのです。さらに、例えば、A 側で α0 と α1 を入れ替えることを考えてみます。下の表に示すように、この場合は CHSH 不等式だけが破れなくなります。右上の表を見ていただくとわかるように、確率の4つの項のうち、真ん中の2つの項が相関の計算で引き算になりますので、4つの相関のうち、α0 と β1 の相関だけが負の値になります。ここで角度を入れ替えると、他の相関に負の項が移ってしまいますので、CHSH 不等式の左辺がプラスマイナスが相殺して小さくなってしまうのです。このように角度の取り方によっては、他のベルの不等式は破れるのに CHSH 不等式は破れないということもあり得ます。また、相関を構成する一つ一つの確率を把握することで、いろいろなベルの不等式の関係も理解がしやすくなります。いかがでしたでしょうか。これらはすべて机上計算から導いた結果であり、実験で検証しているわけではありませんので、正しくない部分があるかもしれません。もし気になる部分などありましたら、ご教査をいただけると嬉しいです。私自身、量子もつれに関していろいろな YouTube ビデオを見てみたのですが、どうも全体のロジックの流れがよくわからなかったので、確率の表現に統一してアニメーションビデオを作ってみました。量子の世界はどこまでも深い無限の海のようで、興味が尽きないのが困りどころではあります。ではまた次のビデオでお会いしましょう。さようなら、のむのむでした。